どうも、ボタニカリスティクスです。最近ちょっとね、行き当たりばったりでネタ考えてるんで、最初の頃はね、ネタが溜まってきて、ちょっと吐き出さなきゃとか言ってたんですけど、今になってはね、自転車操業的にね、あんまりちょっとね、追いついてないんで、何の動画がいいかなとか思ってたんですけど、前回初心に帰って、ベンガレンシスの再評価の動画撮ったんですよ。で、そしたらなんか今度初心者の気持ちにね、なってみて、初心者にとってさ、ほら、最初のゴムの木ってさ、もう、最初にね、何を買うかって、その時はね、そうとはね、わからないかもしれないけど、人生においては一大イベントですよ。もう、最初に買ったフィカスが何かでも、その人の人生をね、もう決めてしまう。もう、未来を決めてしまうぐらいのね、大事なイベントですから、ちょっとそのサポートもしなきゃなと。で、ベンガレンシス、いいよね。すごくいいんですけど、でもなんかこう、やっぱり迷ってる人いるかなと思って。そこで、なんか、ウンベラータとの比較動画とかも考えたんですよ。そう考えたらやっぱ、ね、ウンベラータ紹介してないとちょっとね、ダメじゃん。それフェアじゃないから、ちょっとちゃんと今回はね、本当に初心に帰って、初心のものなんだ、一番最初のウンベラータ。これをね、ちょっと紹介したいなと思って今日を、やります。みんなは知らないけど、知るわけないけど、僕はね、最初はね、そんなにね、ウンベラータね、別にすごいいいって思ったってこともないんですよ。で、最初はやっぱベンガルとかアルテシマとか、なんかそっちの方にやっぱ惹かれたんですよね。で、あれ見て花があったから、ちょっと今、目の前でね、花がなかったみたいな言い方してすごい失礼なんだけど、でもなんかね、本当にそんな感じ。なんか最初、なんていうの、ベンガルとかさ、アルテシマとか見たときに、うわーっていうのあったと思うんですよ。みんなどうか知らないけど、僕はそうだった。だけど、ウンベラータって別にそういうわけじゃないけど、なんかやっぱり自然とフィカスの基準にいるんだよね。なんかこう自然と馴染んでったみたいな。結局、そのウンベラータいいよねってやっぱ思うし、そこにある、幸せじゃないけど、なんかそんな感じよね。なんかもう自然とこのフィカス人生に馴染んでいって、そんで一番大事なところにいるみたいな。ねえ。なんかなんか幼馴染となんか恋愛、そういうメロドラマありそうだね。それはいいんだけど、最初の頃はどっちかっていうと、仕事で訪問した会社のなんかエントランスにいる率1位みたいな、そんなポジションだったらね。絶対にいるじゃない。いろんなのいるけど、フィカスだけじゃなくてね、オーガスタがいたりとか、エバーフレッシュがいたりとかあるけど、でもね、やっぱいろんなとこ行くと、やっぱウンベラータが一番多いよね。ああいうの大体開業したり移転したりとか、事務所が大きくなって、そうするとお祝いで送るじゃない、ランの花をね。で、ランじゃちょっとつまんねえなとか思う人が木とか送るんだよ。その時に、ランじゃつまんねえな、木とか送ろうって思うまでは、なんかちょっと人とは違うみたいな気持ちでいるんだけど、じゃあ何の木を送ったらいいんだろうってなったら、やっぱり、ちょっと通なところ見せるか、みたいな感じでね、なんかロイを送ったりとかするわけではなくて、クリカンプリンスを送るとかそういうんじゃなくて、なぜかそこはね、そのど真ん中、ウンベラータに行っちゃうんだけど、なんていうか、そんな感じだね。でも実際にお祝いでね、なんか、こんなね、曲がりのね、ウンベラータが届いたらちょっとやっぱテンション上がるかな。なんていうか、やっぱさっきも言ったように、ベンガルとかベルベットとかね、みたいに、色気があるとか、そういう花があるとか、そういうんじゃないんですよね、こいつの良さは。洗練された美しさとか、品格とか、なんかそういったもんじゃないんですよ。もちろん、今言ったもの全部ないって言ってるわけじゃなくて、なんかこいつの良さはそういうんじゃないっていう。例えばアフリカンプリンスは力強いとかあるでしょ。でもちろん力強いけど、そういう良さではないっていう。やっぱりなんかさっきも言ったように、なんかそこにある癒し、自然体みたいな。なんかそういった良さをちょっと感じるよね。なんか人でも例えると、いろいろありそうだよね。人で例えるとなんか僕のなんか趣味みたいなのがちょっとバレそうだから、この辺にしとくけど。で、ちょっと、さっきね、事前に撮っといた、うちのフィカスをもうちょっとクローズアップして紹介したいと思います。ちょっと一回切り替えようか。こんな感じ。いい葉っぱ、ほら、色がツヤツヤ。これはね、直射日光浴びてるなぁ。いい形。これもいい。結構大きい方ですね。ちょっとね、今ね、まだ環境に慣れてないからかな。いろんなね、葉っぱが出てるっていうのはあるけど、多分これ落としますね。自分で多分自然と古い葉っぱが落ちていくと思います。この曲がりも綺麗ですね、これは。こんな感じで。
うちにいるウンベでした。で、戻ります。はい。どうですか？いいでしょ？このね、今、葉っぱの感じ、もう疲れてる葉っぱとか、若い葉っぱとか、いろんな環境で育った、そのタイミングでのその葉っぱが、ちょっといろいろ混在してるから、ちょっとね、いろんな種類の葉っぱがある気がするんだけど、まあね、これね、多分、環境が変わるとね、落ちたりもしますんで、だんだんその環境に合った葉っぱで、茂っていくのかな。今もう近くにいるんですけど、このなんか匂いね、このウンベラータって独特な匂いを発してるんですよ。なんか桜餅みたいな感じかな。なんか青々した匂いで、その匂いがすごい。最初、すげえ匂いだなとか思ったけど、なんか違和感はあったけど、むしろ好きですね。やっぱそこにある、幸せ、癒し、この匂いもね、一つ癒しポイントになってますね。で、もっともっとこれね、大きくなりますよ。で、葉っぱって言ったら、この前のね、アフリカンプリンスも落とした葉っぱ、あれね、落としたって自分で落としたんですよ。で、自然に落ちるけど、生え変わるって話はしたけど、この間のちょっとややこしかったんだけど、あれ自分で落とした葉っぱなの。自分でっていうのは、私が切って落としたってことね。で、なんかこの前の、アフリカンプリンスのね、葉っぱはね、なんかお皿にしてなんか食べたいよね。なんか南インドのミールスとか、なんかああいうのなんかして、こうやってなんかやりたいなっていうような葉っぱでしたね。ウンベラータはね、もう何もしなくても自然とね、葉焼けしたりしてね、落ちるとかもあるし、その葉っぱはさ、なんかさ、やっぱやりたくなっちゃうよね。トトロのさ、なんか頭の上にさ、乗せるみたいなね。トトロの頭の上の乗ってるのってあれですからね、ウンベラータですからね、実は。嘘だけど。そもそもね、ウンベラータっていうのがね、ラテン語から来てるんですよ。で、そのアンブレラの語源と一緒なんですよ。英語の傘っていう意味の、語源と一緒。日傘とかだったかな、ラテン語で。そんな感じで、これね、初心者になんか有益な情報をね、ちゃんと発信しなきゃいけないと思うんだけど、ウンベラータね、まずね、買ってきたら、環境が変わるんで、環境の変化にすっごい敏感で、葉っぱはね、落としますよ。でも、落としても心配しないからね。落として、で、またその環境に適した葉っぱが生えてきます。なんつうんだろうな。この時期はね、これから暑くなるんで、多分、外に出しちゃっても、結構大丈夫。教科書的にはね、直射日光がダメだとかよく言ったりするじゃないですか。でもね、それ、わかるんですよ。買ってきて、直射日光に当てたらね、葉っぱバンバン落としちゃって、で、それ結構さ、育て方発信してるのってさ、お店の人だったりするじゃん。で、お店の人はさ、買ってきてさ、外に出したら葉っぱが焼けちゃいました。どうしたらいいですかとかクレームっていうかさ、なんかいろんなさ、対応に追われなきゃいけないからさ、なるべくさ、お店と同じようにさ、室内で育ててさ、欲しいみたいな。同じ環境で葉っぱ落とさないように育ててほしいって思うのが、実際、ちょっと正直なところだと思うんだけど、でもね、実際ね、外に出してね、暑いのはね、全然大丈夫だから、もう直射日光も浴びてもね、全然大丈夫なの。で、もう葉っぱ焼けて、もう全部ね、バーっと落ちても、その後ね、出てくる葉っぱがめっちゃ強いの出てくるからね。で、しかもめっちゃツヤツヤの色のやつが出てくるから。で、むしろね、家でずーっと直射日光浴びないで、室内で育ててたりすると、葉っぱがなんかね、弱々しい葉っぱがね、出てきて、なんか、ウンベラータってもの、ツーンと、ピシャーンとこういうね、なってるじゃん。そうじゃなくてなんか、ポワ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 みたいな。なんか、色もね、すごい黄緑の黄色が強い黄緑みたいな。いや、そんな葉っぱだったりするの。で、見比べたらこれ別の品種じゃないのっていうぐらい違うからね。だからね、あんまりね、気にしないで外に出してもね、僕はね、大丈夫だと思う。もちろん責任は負いませんけどね。でも、僕が実際、ウンベラータめっちゃいいなって思った時のウンベラータは直射日光ガンガン浴びて、もうすごいメタリックみたいな、すごい光にもう反射してる、すごいね、力強い葉っぱだった。それはね、直射日光を当てて、育った葉っぱでした。でね、むしろね、その暑いのは大丈夫だけどね、どっちかっていうと寒いのにね、あんま強くないかな。これからベンガルとの比較やるけど、ベンガルの方がむしろね、耐寒性強いイメージですね。肌感覚としては。ベンガルはそうだけど、ウンベはベンガルほど寒いのに強くはないかな。ただやっぱりね、暑いの強いし、生え変わりもね、すごいし、成長のスピードがとにかくね、速いんですよ。なんか一夏ですごい何十センチって伸びますよ。ほんと、あれはこれみたいな。だからね、このぐらいの曲がりで買ってきてね、家で育てたらね、ビヨーンって徒長してね、もう、すごいことになって、せっかくここまで曲がったのに、まっすぐブーンみたいな。よくあるんでね。その成長のスピードにも対応していろいろね、曲げんなら曲げるでもいいんだけど、なんかこう、見てあげないと。今日はこんなところですかね。で、ウンベラータって、この葉っぱ
なんかさ、前回の動画でもちょっと話したんだけど、道端になんか生えてる雑草に似てたりするよね。で、なんかちょっとそれでね、くだらないネタを思い浮かんじゃったんだよね。なんかその道端にあるウンベラータみたいな葉っぱ特集みたいな、なんか、それフィカス広めるっていう意味になんか、フィカスに貢献してるのかどうかそれちょっとよくわからないんだけど、なんかちょっとそういうバカみたいなネタもね、今後やっていきたいなと思ってたりするんですけど、まあ、ネタがなくなってきたってことなのかな。まあちょっとね、今頑張ってね、いろいろ撮っていって、面白い動画をたくさん皆さんに提供したいと思ってますので、引き続き何卒よろしくお願いいたします。今日はそんな感じで、またじゃあ次回、今度はね、ベンガルと比較動画かな。ちょっとやってみたいなと思うんで、またそれをお楽しみに。じゃあまた。